今日も一日お疲れ様でした。動画を開いていただきありがとうございます。皆さんがゆっくりと眠れるように読み聞かせをしたいと思います。それではゆっくりと目を閉じておやすみなさい。小太りじいさん。昔々あるところに右のほっぺたに大きなコブのあるおじいさんが住んでいました。それはとても邪魔なコブで、おじいさんが薪を割るたびにプルルンプルルンと震えます。でもこのおじいさんはそんなことはちっとも気にしない、とてものんきなおじいさんでした。そして同じ村にもう一人、左のほっぺたに大きなコブのあるおじいさんが住んでいました。こっちのおじいさんは邪魔なコブが気になってが、いつもイライラと怒ってばかりです。ある日のこと、のんきなおじいさんが森の奥で木を切っていると、いつの間にやらぽつりぽつりと雨が降り出して、やがてザーザーと土砂降りになってしまいました。いかんいかん、このままでは風邪をひいてしまう。おじいさんは大きな木のうろに飛び込んで雨宿りをしました。そのうちおじいさんはうとうと眠り込んでしまいました。やがて雨が止んでも明るいお月様が出ても、おじいさんはグー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 と高いびきです。真夜中になりました。するとどこからかにぎやかなお囃子の音が聞こえてくるではありませんか。おや、どこじゃろう。目を覚ましたおじいさんはその音のする方へ行ってびっくり。うひゃー、鬼だ。なんとこの森の奥に住む鬼たちが輪になって歌い踊っていたのです。ピーヒャラドンドン、ピーヒャラドンドン。赤い鬼、青い鬼、黒い鬼、大きい鬼、小さい鬼。どの鬼たちも飲んで踊って歌っての大騒ぎです。最初は怖がっていたおじいさんもそのうちに怖さを忘れて踊り出してしまいました。するとそれに鬼たちが気づきました。これはうまい踊りじゃ。おう、人間にしては大したものじゃ。おじいさんの踊りがあまりにも上手なので、鬼たちもおじいさんと一緒になって踊り始めました。ピーヒャラドンドン、ピーヒャラドンドン。のんきなおじいさんと陽気な鬼たちは時が経つのも忘れて踊り続けました。そのうちに東の空が明るくなってきました。もう夜明けです。コーケコッコー。やや、一番鳥が鳴いたぞ。朝になると鬼たちは自分たちの住処に帰らなくてはなりません。おいじいさんよ、今夜も踊りに来いよ。それまでこのコブを預かっておくからな。今夜来たら返してやろう。えい。そう言って鬼の親分はおじいさんのコブをもぎ取ってしまいました。コブを取られたおじいさんは思わずほっぺたを撫でました。おお、コブがない。
傷も痛みもなく、おじいさんのコブはきれいになくなっていたのです。コブがなくなったおじいさんが村へ帰ると、もう一人のコブのおじいさんがびっくりして言いました。おい、コブはどうした？どうやってコブを取ったんだ？ああ、実はな。コブの亡くなったおじいさんは、ゆうべのことを話して聞かせました。何？鬼が取ってくれただと？こっちのおじいさんは、羨ましくてなりません。よし、それならわしも鬼にコブを取ってもらおう。踊りには自信があるんじゃ。もう一人のおじいさんは、夜になると森の奥へ出かけていきました。しばらくするとお囃子の音が聞こえてきます。ピーヒャラドンドン、ピーヒャラドンドン。よし、あそこで踊ればコブを取ってもらえるのだな。おじいさんは踊っている鬼たちのところへ行こうとしましたが、でも鬼の怖い顔を見た途端、足が震えて歩けなくなりました。怖いなあ。でも頑張って鬼たちの前で踊らないとコブは取ってもらえません。コブを取るためだ。おじいさんは思い切って鬼たちの前に飛び出しました。すると鬼たちはおじいさんを見て大喜びです。待ってました。じいさん、今夜も楽しい踊りを頼むぞ。でも、鬼が怖くてブルブル震えているおじいさんに、楽しい踊りが踊れるはずはありません。なんだ、あの踊りは。昨日の踊りとは全然違うぞ。おじいさんの下手な踊りに、鬼たちはだんだん機嫌が悪くなってきました。そして怒った鬼の親分がおじいさんに言いました。下手くそ。約束通りにこれを返してやるから二度と来るな。ペターン。鬼の親分は昨日もぎ取ったコブをもう一人のおじいさんの右のほっぺたにくっつけてしまいました。こうして右と左にコブが二つになってしまったおじいさんは泣きながら村に帰っていきました。おしまい。下切りすずめ。むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。心の優しいおじいさんは一羽のスズメを飼っていました。ある日、スズメがおばあさんが作った海苔をツンツンとつついて食べてしまったのです。このいたずらスズメ。怒ったおばあさんはスズメを捕まえると、なんとハサミでスズメの舌を切ってしまいました。チュッチュッチュー。スズメは泣きながら藪の中へ逃げていきました。間もなくおじいさんが仕事から帰ってきましたが、スズメの姿が見えません。おばあさん、わしのスズメはどこに行ったのかのう。あのいたずらスズメ、私の海苔を食べてしまったから、舌をハサミで切ってやったわ。なんと、かわいそうに。心の優しいおじいさんは、舌を切られたスズメのことが心配でなりません。大丈夫だろうか、
ご飯はちゃんと食べているだろうか。よし、探しに行こう。おじいさんはスズメの逃げた藪にスズメを探しに行きました。おーい、おーい、スズメやスズメ、下切りスズメはどこにいる？すると藪の陰からチュンチュンとスズメの鳴く声がします。おじいさん、ここですよ。スズメの家はここですよ。藪の中からスズメたちが大勢現れました。見ると舌を切られたスズメもいます。おお、すまなかったな。どれ、舌は大丈夫か？はあ、よかった。これなら大丈夫だ。スズメの舌を見て、おじいさんはほっとしました。ありがとうおじいさん。さあさあ私たちの家で休んでいってくださいな。スズメたちはみんなでおじいさんをスズメの家へ連れて行きました。そしてみんなでスズメ踊りをしたり、おいしいごちそうをたくさん出してくれました。おじいさんは大喜びです。それでは暗くならないうちにおいとまをしよう。スズメさんたち、ありがとう。おじいさんがお礼を言って帰ろうとすると、スズメたちは大きなつづらと小さなつづらを持ってきました。おじいさん、お土産にどちらでも好きな方を持って行ってくださいな。スズメたちが言いました。ありがとう。でも私はこの通りおじいさんだから、あまり大きなつづらは持つことができない。小さい方をいただくとしよう。おじいさんは小さなつづらをお土産にもらうと、背中に背負って帰っていきました。そして家に帰ってスズメのお土産を開けてみると、なんと中には大判小判に宝石やサンゴなどの美しい宝物がたくさん入っていたのです。スズメのお土産を見て、おばあさんは羨ましくてなりません。どれ、私も行ってもらってこようかね。おばあさんはスズメの家へ出かけていきました。そしてスズメの家に無理やり入ると、ごちそうも踊りもいらないよ。すぐに帰るから早く土産を持ってくるんだよ。はい、では大きいつづらと小さいつづら。大きいつづらに決まっているだろう。おばあさんは大きいつづらを受け取ると、急いで家へ帰っていきました。しかし、なんとも重たいつづらだね。でもそれだけお宝がたくさん入っている証拠だよ。家までもう少しでしたが、おばあさんはつづらの中にどんなものが入っているのか見たくてなりません。どれ、何が入っているか見てみようかね。おばあさんは道端でつづらを下ろすと、中を開けてみました。きっと大判小判がサックサクだよ。ひえー。なんとつづらの中には、ムカデにハチにヘビ、そして恐ろしい顔のお化けたちがたくさん入っていたのです。助けておくれ。おばあさんは一目散に家へ逃げ帰りました。そしておじいさんにこのことを話すと、おばあさん、かわいいスズメの舌を切ったり、欲張って大きなつづらをもらったりしたから、罰が当たったのだよ。
これからは生き物を可愛がっておやり。それから決して欲張らないようにね。おじいさんはおばあさんにそう言いました。おしまい。猫がネズミを追いかけるわけ。昔々、人間も生まれていない大昔のある年の暮れのことです。神様が動物たちに言いました。もうすぐ正月だ。元旦にはみんな私のところに来なさい。そして先に来たものから12番目までをその年の大将としよう。ところが、うっかり者の猫は集まる日を忘れたので、友達のネズミに聞きました。するとネズミは、ああ、新年の2日だよ、とわざと嘘を教えました。さて、元旦になりました。牛は足が遅いので、朝早くに家を出ました。ちゃっかり者のネズミは、こっそり牛の背中に乗って神様の前に来ると、ぴょんと飛び降りて、一番最初に神様の前に行きました。それでネズミが最初の年の大将になり、牛が2番目になりました。その後、虎、うさぎ、タツ、ヘビ、馬、羊、猿、鶏、犬、イノシシの順になりました。ところが猫はネズミに教えられた通り、2日に神様のところへ行きました。すると神様は、遅かったね。残念だけど昨日決まったよ。と言うではありませんか。悔しいのなんの。ネズミめ、よくも騙したな。怒った猫は、それからずっとネズミを見ると追いかけるようになりました。おしまい。文福茶釜。昔々、あるところに貧乏な古道具屋がいました。ある日のこと、古道具屋は一匹のタヌキが罠にかかっているのを見つけました。古道具屋はかわいそうに思って、そのタヌキを罠から助けてやりました。次の日の朝、昨日のタヌキが古道具屋のところへやってきて言いました。昨日は本当にありがとうございました。お礼にいいことを教えましょう。隣村の和尚さんが茶釜を欲しがっていますから、茶釜を持っていけば喜びますよ。私が茶釜に化けますから持って行って売ってください。そう言うと、タヌキはくるりと宙返りをして、素晴らしい金の茶釜に化けました。早速古道具屋が茶釜を持っていくと、これは見事、と、和尚さんはタヌキの化けた茶釜を大変気に入った様子で、とても高い値で買い取ってくれました。さて、新しい茶釜を手に入れた和尚さんは、小坊主に、この茶釜を洗ってきなさい、と言いました。はい。小坊主は早速、裏の川へ行って茶釜をゴシゴシと洗いました。すると茶釜は、おい小坊主、
もっと優しく洗ってくれ。尻が痛くてたまらん。と喋ったのです。うひゃー、茶釜が喋った。びっくりした小坊主は慌てて和尚さんにこのことを話しましたが、和尚さんは信じてくれません。何をバカな、茶釜がしゃべるはずなかろう。でも本当なんです。まあいい。それより次はお湯を沸かしておくれ。そこで小坊主は言われるままにタヌキの化けた茶釜に水を入れて火にかけました。すると茶釜に化けたタヌキはびっくりです。あちちちちち、お尻に火がついた。タヌキは一目散に山へ逃げていきました。その夜、タヌキはまた古道具屋の家にやってきて言いました。二人で町へ行きましょう。私が綱渡りをしますから人を集めてくださいな。次の日、古道具屋とタヌキは町へ出かけて芝居屋を貸し切りました。さあさあ、世にも珍しいタヌキの綱渡りだよ。入り口で古道具屋が大声で言うと、タヌキは綱の上を器用に渡りながら腹鼓を打ったり歌ったりします。これは珍しい。なんて面白いんだろう。タヌキの綱渡りは大評判となり、毎日お砂お砂の大にぎわいです。こうして古道具屋はタヌキのおかげで大金持ちになったということです。おしまい。かぐや姫。むかしむかし、竹を取って暮らしているおじいさんがいました。ある日のこと、おじいさんが竹やぶに行くと、根元が光っている不思議な竹を見つけました。ほほう、これは珍しい。どれ、切ってみようか。えい。これは。おじいさんがその竹を切ってみると、なんと中には小さな女の子がいたのです。子供のいないおじいさんとおばあさんはとても喜びました。そしてその子をかぐや姫と名付けて大切に育てたのです。かぐや姫は大きくなるに従ってとても美しくなりました。そして年頃になると、どうかかぐや姫を嫁さんにくださいと若者がたくさんやってきました。中でも特に熱心な若者が5人いました。みんな立派な若者です。でもかぐや姫はお嫁に行くつもりはありません。そこでかぐや姫は困ってしまい、では私が言う品物を持ってきてくださった方のところへお嫁に行きましょう。と言って世にも珍しいと言われる品物を一人一人に頼みました。5人の若者はそれぞれに大冒険をしましたが、かぐや姫の望んだ品物を手に入れた者は一人もいませんでした。なんとか5人の若者を追い返したかぐや姫ですが、かぐや姫の噂はとうとう帝の耳にも入りました。ぜひかぐや姫を妃に欲しい。帝の言葉を聞いたおじいさんとおばあさんは大喜びです。素晴らしい婿さんじゃ。
これ以上の婿さんはない。お嫁に行くつもりのないかぐや姫は何とか断ろうと思いましたが、帝に逆らえば殺されてしまうかもしれません。それ以来、かぐや姫は毎晩毎晩悲しそうに月を見上げては泣いていました。ある日、おじいさんとおばあさんが心配して訳を尋ねると、かぐや姫は泣きながら言いました。実は私は月の世界のものです。今まで育てていただきましたが、今度の満月の夜には月へ帰らなくてはなりません。それを知った帝は満月の夜、何千人もの兵士を送ってかぐや姫の家の周りを守らせました。何とかしてかぐや姫を引き止めようとしたのです。けれど真夜中になって月が高く昇ると、兵士たちは突然眠ってしまいました。かぐや姫はその間に月の使いの車に乗って月に帰ってしまいました。そのことを知ったおじいさんもおばあさんも帝もとても悲しんだということです。おしまい。養老の滝。むかしむかし、美濃の国の山里に大変親孝行な若者がおりました。貧乏で毎日の食べるものにも不自由する暮らしでしたが、年を取った父親のために一生懸命働いて、おいしいものを食べてもらい、少しでも長生きをしてもらおうと思っていました。その父親は何よりもお酒が好きでしたが、しかしお米を買うお金さえろくに稼げないので、お酒などめったに手に入れることはできません。それでも息子は父親がお酒を飲む時の幸せそうな様子を思い浮かべると、何とかしてあげたいと奥山に分け入って焚き木を取るのでした。そんなある日、若者は岩から足を踏み外してあっという間に谷底へ転がり落ちてしまいました。気を失ってしばらくすると、喉が渇いて目を覚ましました。ああ、水が飲みたい。体を起こしてあたりを見ると、岩陰から水の音が聞こえてきます。ありがたい、川があるようだ。若者が駆け寄ると、そこには見上げるばかりの滝がしぶきを立てて流れ落ちていたのです。若者は足元に泡立つ水を手にすくって口に含みました。むむ、これは。なんとそれはただの水ではなく、これまで飲んだこともないようなかぐわしいお酒だったのです。ああ、ありがたいことだ。これを持ち帰ればお父がどんなに喜ぶことか。若者は腰に下げたひょうたんにお酒を汲み取ると、急いで家に帰りました。遅かったな。お前の身の上に何かあったのかと心配しとったよ。息子はニコニコしながらうなずくと、ひょうたんのお酒を父親に差し出しました。なんだこれは、水か？これはうまい。一口飲んだ父親は目を丸くしました。こんなにかぐわしい酒をわしはこれまで飲んだことがないぞ。
一体どこで手に入れたんじゃ。息子は山奥で起きた不思議な出来事を話して聞かせると、父親は言いました。それはお前がいつも親孝行をしてくれるので、神様がご褒美にくださったのだよ。この話は間もなく奈良の都の天皇の耳に伝わりました。天皇は大層感心すると、若者に山ほどの褒美をくださり、そればかりか年号を養老と改めて、滝に養老の滝という名を授けたということです。おしまい。